こんにちは、桜井です。今日も暗号資産市場で知っておいた方がいいと思われるニュースを厳選してお届けしていきます。ぜひ最後までご視聴ください。まずはビットコインからいきます。ビットコインはここ数週間、ボラティリティの高さが改めて意識されています。背景には ETF からの資金流出や短期トレーダーの売り圧力があります。一方で、機関投資家や大口のクジラがしっかりと買い支えをしているため、大幅な崩れにはつながっていません。投資家にとって大事なのは、この動きが短期的な調整である一方、長期的には依然として強気要因が残っているという点です。世界的な利下げ期待や機関投資家の流入が引き続き支えになると見られています。次はイーサリアムです。イーサリアムはついに4900ドルを超え4年ぶりの高値を更新しました。その後は4700ドル台で落ち着いて推移をしています。短期的には調整も入りやすい水準ですが、全体的に見れば強い上昇トレンドが続いています。背景には ETF からの大規模な資金流入があります。8月だけでおよそ30億ドルが流入しました。これは同時期にビットコイン ETF から資金が流出したことと対照的で、投資家の関心がビットコインからイーサリアムへシフトしていることがわかります。さらに大手企業の保有も進んでいて、ビットマイン社はすでに70億ドル相当のイーサリアムを保有しています。こうした動きは供給を市場から吸収し、価格の押し上げ要因となっています。技術面では今年5月に実施されたペクトラアップグレードによってスケーラビリティやステーキング、そしてユーザー体験が大きく改善されました。これによりネットワークはより多くのユーザーや開発者を受け入れる体制が整ってきています。投資家にとっての注目ポイントは中長期の成長シナリオがより鮮明になってきたということです。短期の値動きに振り回されるのではなく、この大きな流れをどう捉えるのかっていうのが重要になりそうです。続いては XRP です。XRP は現在3ドル前後で推移しており、時価総額ランキングでは3位を維持しています。価格の動き自体は比較的落ち着いていますが、コミュニティや技術面で注目すべき動きが出ています。まず話題になっているのは、イーロン・マスクさんが展開する X での決済プラットフォームです。正式発表ではありませんが、XRP がその採用候補の一つとして取り沙汰されていて、コミュニティでは大きな期待感が広がっています。さらに XRP のネットワーク XRPL では大型アップデートが来週ローンチ予定と発表されました。リップルの CTO デビッド・シュワルツさんによれば、ネットワーク接続性の強化やバリデータの対象外性を改善するもので、長期的な利用拡大に向けた基盤作りが進んでいるということになります。投資家にとって重要なのは、このアップデートによって XRP の安定性と信頼性が高まることで、将来的な実用化や採用の拡大につながる可能性があるという点です。短期的には3ドルのラインをどう維持できるのかっていうのがポイントですが、中長期では新たな利用シナリオに注目が集まりそうです。次にドージコインです。ドージは現在 0.23 ドルから 0.25 ドルの間で推移をしています。週単位で見ると 40% 近い上昇を見せていて、非常に強い値動きとなっています。短期的には下落もありましたが、全体的に見ると力強い展開です。注目なのは ETF 関連の動きです。ビットワイズやグレースケール、21シェアーズ、そしてレックスオスプレイの4社が同時スポット ETF を SEC に申請しました。承認判断は10月から来年の初めにかけて出ると見られていて、もし承認されれば、機関投資家の資金流入が一気に加速する可能性があります。これは価格にとって大きな追い風となるでしょう。開発コミュニティでも前向きな議論が進んでいます。ゼロ知識証明を取り入れるアップグレード提案や、マイドックウォレットによるイーサリアムブレッジ導入など、同時の技術的な基盤を強化する動きが出ています。これまでミームコインと言われてきた同時コインが実用性のあるプラットフォームへと進化していく兆しも感じられます。
テクニカル的には 0.2 ドルから 0.22 ドルのゾーンが強力なサポートとして意識されています。ここを割らなければ強気の流れが続く可能性が高く、近い将来の目標値としての 0.77 ドル、さらには長期では2ドルを超えるシナリオも予測されています。ただし 0.2 ドルを下回ると一気に弱気に傾くリスクがあるため注意が必要です。投資家にとって重要なのは ETF の承認と技術進化という2つのテーマが同時に動いている点です。同時コインはこれから単なるジョークコインではなく本格的な投資対象としての存在感を高めていくかもしれません。最後に市場全体の動きを見ていきましょう。暗号資産市場全体の時価総額は現在 3.08 兆ドルとなっていて、過去24時間でおよそ 1.7% の減少となりました。特にビットコインの乱高下の影響が大きく、マーケット全体のボラティリティが高まっています。マクロ経済の面では、アメリカの FRB パウエル議長が利下げを示唆したことが話題になっています。この発言によって一時的に強気ムードが広がりましたが、その後の調整もあり、市場は方向感を探っている状況です。一方で、レバレッジ取引では大きな動きがありました。ここ24時間で生産額は5億ドルを超えていて、ハイリスクな取引がいかに危険かが改めて浮き彫りになっています。投資家にとっては資金管理やリスクヘッジの重要性を再認識する局面と言えるでしょう。そして規制の動きです。アメリカではジーニアス法案と呼ばれる暗号資産関連法案が進行しており、特にステーブルコイン規制が焦点となっています。さらにホワイトハウスは SEC に対して新しいルールを推進するよう求めており、DeFi の監督や CFTC の権限強化も議論されています。このように価格面では短期的な揺さぶりが続く一方で、規制と法整備の動きが中長期の成長に直結していく流れが見えてきています。投資家にとっては目先の値動きに加えて、この大きな規制の方向性も抑えておくことが欠かせない状況です。はい。ということで、ここまで主要なニュースを見てきましたが、最後に僕自身の見解を話してみたいと思います。短期的にはビットコインやイーサリアムをはじめ、相場全体で乱高下が続いています。特にレバレッジをかけている投資家にとっては、リスクが高まっている状況です。焦ってポジションを取るよりも、まずは自分のリスク許容度を確認することが大切じゃないかなと思います。一方で、中長期で見れば、ポジティブな材料が多いです。イーサリアムのアップグレードや ETF 資金の流入、同時コインの ETF の申請、そしてアメリカでの規制の整備、これらは市場の信頼性を高め、機関投資家を呼び込む動きにつながっていくと思います。僕自身の考えでは、今は大きな流れをしっかり意識しながら、短期のノイズに惑わされないっていうことが重要だと思います。規制が整い、ETF が広がり、ネットワークが進化していく流れは止まらないと見ていますけれども、皆さんはどう考えられますか？ぜひコメントで意見を聞かせていただければと思います。はい。ということで本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしていきますので、暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をお願いします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら、高評価の方もよろしくお願いいたします。では、お知らせです。今、おすすめの取引所でビットレード X があります。何本か説明動画をアップしています。これからの時代、投資をする上でも AI を使っての投資っていうのが主流になってくると思います。ビットレード X は AI を使って取引を行っている取引所です。取引所ランキングも徐々に上がってきていて、今人気が上昇している取引所です。興味のある方は僕の LINE に登録してもらい、キーワードで AI とチャットを送ってもらえたら、ビットレード X の公式登録リンクを送りますので、LINE の方から問い合わせの方よろしくお願いいたします。また、実際にやり方がわからない方もいらっしゃると思います。その方は別途オープンチャットを用意しています。そこで登録方法やステーキング方法などサポートさせてもらっていますので、オープンチャットの方にもぜひ来られてみてください。はい。では最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際には、しっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。